えらいことになりました。長期金利 2.93% に上昇。次やることは単純です。県の職員の給料を下げますって言うと選挙してきます。井戸さんはこうなるのが嫌やから低い金利で借金を借り換えてたわけ。陽先債、陽泉債の借り換えというのは違法行為や言うてんねんけど、借り換えた結果昔の低い金利で借り換えられてんねん。でね、元彦の悪いところはその借金を何もしないということで積み上げていってんの。すっげえ単純な話していいですか。僕の予想当たったんですよ。斎藤元彦は典型的な田舎の弱者なんで、今回その兵庫県の財政が記載許可団体になったり早期健全化団体になったりするとほどの日本史上最悪の状態に今兵庫県の財政はなりつつあるんですけど、でそれの責任を井戸さんになすりつけるんだけど、井戸さんの借金って兵庫県の借金が甲子園球場1杯分あったら耳かきの先1杯分ぐらいしかないんですよ。耳かきの先1杯分ぐらいっていうのはおかしいな。いやでもそれぐらいのインパクトなんですよ。 0.8% ですからね、全体から考えると。井戸さんのその違法行為と言われてるのは 0.8% なんでね、もうこれぐらいのもんですよ。兵庫県の借金どれぐらいあるか知ってる？全体で4兆円あるんですよ。でこれ甲子園球場と耳かきの例えやったら分かりにくいかも分からんけども、距離にしますと1万円札の厚みって 0.1 ミリなんですよ。なので100万円の札束にすると約1センチなんです。わかります？ 100 万円の札束の厚みが1センチです。でこれを4兆円分積み上げると、長さ積み上げる高さ何キロになるかわかります？ 100 万円が1センチで、ということは1億円がだいたい1メートル。1億で1メートルです。ということは1兆円で10キロってことです。で4兆円ということは40キロですから、4兆円40キロっていうことは三宮から出たらだいたいね、東へ指して向いていったら、でも兵庫県内で収めようか。兵庫県内で収めると姫路までですね。三宮から姫路の駅の姫路の手前ぐらいまでが約40キロぐらい。三宮の駅出て西へまっすぐ行ったら姫路に行くか行かへんかぐらいが40キロ。で東やと近鉄の和歌岩田の駅ぐらいまで行きます。で石切のちょっと手前。どこか知らんでしょ？どこか知らんでしょ？和歌岩田って駅があるんですよ。近鉄で。布施より先です。いや、だから、和歌岩田ってどこかわからないけど、東へまっすぐ行くと大阪通り越して、そろそろ奈良いうとこまで行きます。4兆円の借金っていうのは。大阪の花園のラグビー場ぐらいですね。で、さっきの甲子園球場1杯分と比べたら、耳かき1つ分っていうのが、誇張でもなんでもないぐらいの話なんですけど、兵庫県の借金全体で4兆円あるんですよ。だから、三宮から西へ指してずーっと行くと、姫路まで行くんですよ。で、井戸さんで見つかった借金、井戸さんのその違法行為、338億円言うてるんですよ。338億円を1万円札をずーっと並べていって、西へ指していくとどこまで行くと思う？生田神社の鳥居までです。厳密に言うと、生田神社の鳥居が400メーターなんで、三宮の駅から。東門の入り口ぐらいまで。兵庫県の借金を全部1万円札に換算して、三宮の駅から西にダーッと1万円札を並べていくと、姫路まで到達するだけの借金がある中で、元彦が今大騒ぎしてるのは、三宮の駅前から生田神社までの間。見えた？元彦でも歩けるぐらいの距離です。元町の駅なんか全然届かないですよ。もっぺん繰り返します。兵庫県の借金は4兆円です。この4兆円をピン札で、しかもね、俺1万円札を並べるいうのは、これ1万円札ね。1万円札を並べるいうのは、
一万円札を並べるいうのは、こう並べるんちゃうで。こう並べるんちゃうで。こう並べていって、姫路まで行く距離あるんですよ。4兆円の借金って。で、今、元彦が大騒ぎしてる井戸さんの借金っていうのは、同じようにこう並べるんやのうて、こう並べていったら、生田神社のちょっと手前まであるんです。ぶっちゃけね、この生田神社までしかない借金も、姫路まで行く借金も、元彦が作った借金っていうのは多分、須磨ぐらいまでの借金ですよ。距離で言うたら。須磨もうちょっと先行くかな。元彦の5年間で、まあ、それも大概ですけどね。もっぺん言いますよ。兵庫県の全体の借金というのは、これは井戸さんが作ったというよりも、地震が作った借金なんですけど、地震が作った借金というのは、三宮から姫路までです。で、その地震が作った三宮から姫路までの借金の中で、元彦が目くじら立ててんのは、井戸さんが作った分や言うて、三宮の駅から生田さんの前までの距離の分を、って騒いどんのよ。まあ、それ端的に気違いなんですけど、で、それは俺は言うてたでしょ？田舎の弱者やから、斎藤元彦は田舎の弱者で勉強ができひん頭の悪い子やから、絶対、やらせをすると。自作自演をすると。で、自分の支持者に住民監査請求をさせると言ってたでしょ？なぜかというと、第三者委員会は立てられないわけですよ。なんで第三者委員会立てられへんか言ったら、自分が第三者委員会を否定してるから。普通はこれどういうことをするか言ったら第三者委員会にさせるんです。前の知事の悪いところが見つかったと。で、それが今の県政に響いてると言うたら、第三者委員会に検証させるんです。これなんでか言うたらね、議会もできひんの、これ実を言うと。で、役所もできひんの。これ逆に考えたらええんですよ。なんか知らんけど、県が儲かった。調べたら前の知事のやってた仕事で県が儲かった言った時に、なんでこんなに儲かったんって言って前の知事呼べる？役所に。呼ばれへんでしょ。悪い方に考えたら読んで当然やと思うかもわからんけど、ええ方に考えたら呼ぶのがおかしいのわかるんですよ。なんか知らんけど、県の財政がめっちゃ儲かった。なんでこんな儲かってんやろ？ようわからへんな。よう調べてみたら、前の知事のやった施策のせいやった。おかげやった。言うた時に、前の知事呼べるかい？県庁に。呼ばれへんでしょ。ゴンギツネみたいなもんですよ。読んだらおかしなんですよ、行政が。せやから行政本体が呼ばれないわけ。で、行政本体が呼ばれへんかったらどうするかって第三者委員会立てるしかないわけですよ。で、第三者委員会立てたらいいんですよ。普通の都道府県で第三者委員会立てるんですよ。で、第三者委員会立てるんです。で、第三者委員会を立てたとしてね、兵庫県の場合はそれできないでしょ？第三者委員会が認めたね、これだけの斎藤元彦の不法行為がね、斎藤元彦はパワハラとおねだり以外を全部否定してるわけですよ。これ読んだらわかるんですけど、第三者委員会はこれだけの分厚さで報告してるわけ。これで詳細にどうパワハラやったかってことを検証してるし、どうおねだりやったかって検証してるわけ。で、YouTube とか Twitter にはパワハラもおねだりも嘘だった言うてる気違いがぎょうさんあるけれども、読んだらわかるんですよ。パワハラもおねだりも事実やったんです。で、せやから斎藤元彦はパワハラについて謝っとんですよ。で、せやけど一番肝心な公益通報者保護法違反っていうところをね、否定しとんの。だから普通の都道府県やったら、第三者委員会に頼んだらええねんけど、この第三者委員会の結果を斎藤元彦は否定してるから、自分で第三者委員会もう二度と作れないんですよ。で、俺はその時に作られへんがどうするか言ったら、役所が前の知事のやったことを検証するなんて、そんなもんできるはずないんですよ。今の知事というのは前の知事から引き継ぎを植えてるから。どの都道府県も前の知事のやった悪いことは今の知事のやった悪いことっていうことを覚悟で新しい知事になるんです。北海道から沖縄まで全ての知事は前の知事がやった悪いことは自分のやった悪いことです。その覚悟があるから私は知事になりますって言って手を挙げるんですよ。前の知事のケツ吹く覚悟のない人間が新しい知事なんかならんのですよ。前の知事はあかん言うて知事になってんのやったら、それ知ってんねんもん、前の知事あかんのは。で、せやけども、元彦は、その第三者委員会を作られへんと。で、作られへんかったら、これ議会も作られへんんですよ。
だって議会の仕事ってのは今の県庁を確認することやから。前の県庁確認できひんから。今の県庁と前の県庁は違います言うたら、それ暴力革命しかないんですよ。で、俺がずっと言ってたのは、だから、今の県庁が前の県庁の知事を呼び出して話を聞くなんていうことを行政に許してる法律は一切ないの。そんな法律ないんですよ。いや、当たり前なんです。繰り返しになりますが、前の知事の悪いところは俺の悪いところ。だからこそ前の知事を殺す言うて新しい知事になってんねんから。で、法的根拠がないから、あいつは法的根拠を求めるために自分の支持者のケツを書いて、住民監査請求をさせるって言ってたでしょ。田舎の弱者にやることやからパターンが読めてる言うたら、はい、この通りでした。予想通りでした。住民監査請求を受けて調査をする言ってます。まあ予想通りなんです。言うた通り、田舎の弱者のやることは全部読める。程度低いんですよ。で、やるよるんですよ。で、まあ、ええんですけど、もっぺん繰り返しますよ。この4兆円の借金というのは、井戸さんが作ったんでも、服部さんが作ったんでもありません。阪神淡路大震災が作ったんです。で、その阪神淡路大震災が作った借金が、三宮から西へ並べていくと、姫路まで到達するんです。1万円札を並べていくと。こう並べていくんちゃうで、こう並べていってやで。姫路まで到達するの。で、その井戸さんが作った借金って今回のこの住民監査請求の対象になっている借金というのは338億円なんで、338億円分の1億円を並べていったら、生田さんの手前までなんですよ。さて、問題です。今日の新聞。えらいことになりました。日経新聞。3面です。長期金利 2.93% に上昇。市場は 3% 一段高の見方って言ってるんですね。この金利が 3%、長期金利 3% を超えそうなんです。井戸さんのせいでも、服部さんのせいでもない、その4兆円の借金、阪神淡路大震災が作った4兆円の借金、元町の駅から西へ差し向いてずーっと行くと、姫路まで行く、その借金が、この1年間で生む金利というのは、だいたいどれぐらいかと、3% で計算したら、1200億円です。1200億円を三宮の駅から西へこう並べていったらどこまで行くかって花熊の駅越えるんですよ。この1年、元彦が井戸さんのせいやーって騒いで空飛すると、この三宮の駅から生田さんの前までの借金は井戸さんのせいやー、井戸さんのせいやーって言うてる借金を騒いでる間に、県の借金は三宮の駅から花熊の駅、西本町の駅ぐらいまで伸びるんです。で、これ 3% 超えて 4% に行ったらどうするかって言ったら新開地超えるんよ。論理的に考えてほしいんですけど、阪神淡路大震災のせいで生まれた4兆円の借金、三宮の駅から1万円札を並べていくと、姫路に到達するだけの借金のうち、井戸さんの不法行為で生まれたのは、三宮の駅から生田さんの前まで、東門のアーケードっていうか、東門の門の東門街って書いてあるネオンのちょっと先ぐらいまでしか行かへん部分を見て、うわー、えらいことや、違法行為やって騒いでる間に、1年間で三宮の駅から西本町の駅まで、元町の商店街のアーケードを抜けるちょっと手前ぐらいまで、借金積み上がっていくんですよ。住民監査請求せなあかんのどっちや。で、斉藤元彦は能力の低い田舎者ですから、そして自分の客が能力の低い田舎者であるということを理解してますから、実際そうです。斉藤元彦の支持者というのは、社会では通用しない社会の敗残者の能力の低い田舎者しかいません。で、能力の低い田舎者を対象にしていろんなことをやろうとしますから、次やることは単純です。県の職員の給料を下げますって言うと選挙してきます。斉藤元彦は、俺の予想が当たったベースというのは、俺元彦の予想、元彦の行動パターンをね、何で見てるか言ったら、俺の地元の友達、能力が低いから大阪にも、俺奈良出身なんですけど、
奈良出身なんですよね。奈良のクソ田舎出身なん奈良の天理っていうとこ出身なんです。で、金儲けしてるやつもいます。悪いやつなんですよ。で、そいつらは金儲けしてるよ。車転がしたり土地転がしたりとかしてね、金儲けしてる。で、そんな根性入ってないやつで、地元の友達で、なんか知らんけど、ネジ回して生活してる、その頭の悪い子らっていうのは、の行動パターンから元彦の行動パターンを読んでるんですよ。で、その、奈良の天理の田舎でネジ回すしかないような、ね、能力が低いから、若い時生きとったくせに、生駒の山越えて大阪にもよう行かんくて、ましてや東京なんかよう行かれへんかった能力の低いアホの子らをベースに、次どう動きよるかなっていうことを見てると、元彦の行動パターンがわかるんですよ。だから俺は元彦は神戸みたいな都会の人だと思わへんのよ。クソ田舎ですよ。で、クソ田舎の、だからみんな勘違いしてんねん。兵庫県神戸、都会、ナウイとか思って行動原理を、予測すると失敗するんですよ。もう元彦は俺の地元の友達にそっくり。中学高校まで体もごっついし、喧嘩も強いからって、わー調子乗って生きっとったけど、ほんで、タレもええの連れとったけど、大人になって30になって40になったらネジ回すしかないみたいなね。おるやん、地元に。生きがいは友達の LINE みたいな。ホンダのアコード乗ってたら、おーみたいな感じになるみたいな。文化圏ね。ほんで、中学生かの頃から人間関係広がってないみたいな。で、結婚して子供できたら、一番最初に乗るのは RVR みたいなね。で、外飯食いに行くときに服着る言うたら、アンダーアーマーの服着る感じね。で、兵庫はそこまで田舎じゃないねんけど、斎藤元彦の行動パターンは、そういう田舎者の行動パターンです。だから俺は斎藤元彦の行動が読めるんです。で、その洋さんおる量産型田舎者の言うとることとかやっとることとか喋っとうことと元彦の言うとうことと喋っとうこと全部一緒なの。それが陽気か陰気か大声か小声かの違いでしかなくて言うとうことは全部一緒なの。考えとうことも全部一緒。なんか物事で嫌なことあったら全部他人のせい。もっぺん言うけど兵庫県の借金4兆円を三宮の駅から西へ向けてこうって並べていったら、こう並べていくやなしに、こう並べていったらですよ。こう並べていったら姫路まで到達するんですよ。姫路まで到達する借金の中で、井戸さんの不法行為、井戸さんの不法行為って言うてんのって、338億円やから、338億円ということは、三宮の駅から出て生田神社の手前までなんですよ。もうすぐですよ。で、そんなことを言うてる間に金利が 3% いってんねんから、毎年毎年1200億円の金利が積み上がっていくわけですよ。1200億円ですよ。338億円びっくりしてる間に。誰の責任なの？財政危機。ほんで県議会がみんな反対してた県立大学の無償化にあいつ50億円積み上げてんの。基金言うて。で、万博で45億円ですよ。これでもう95億円。元彦のやったことで95億円。で、ハバタンペイで約30億円。これでもう120億円です。で、井戸さん338億円を何かに使ったわけやないですからね。その年に338億円を返さんならんものを返済期限を延長してもうてるってだけの話です。金利据え置きで借り換えただけですから。じゃあこの1200円、毎年積み上がっていく1200円億円って誰の仕事？井戸さんの違法行為4つ分の借金積み上がっていくんですよ。毎年。ただあいつが知事をやり続けてるだけで、毎年このままいったら井戸さんの違法行為って今騒いでる分の4つ分の借金ができんの。それ誰が財政危機なの？その4兆円の借金っていうのがずっとあんねんから、それ井戸さんのせいやんっていうかもわかるけど、井戸さんはその違法行為言うのはどういうことか言うたら、日経新聞のこれです。なんで今日俺これは財政危機は元彦のせいや言うてたら、今日の新聞にこれ載ってるからですよ。井戸さんはこうなるのが嫌やから、低い金利で借金を借り換えてたわけ。で、
要先債、要先債の借り換えというのは違法行為や言うてんねんけど、借り換えた結果、昔の低い金利で借り換えられてんねん。それは違法行為やで、やったらあかんことやねんやろ。せやけども、今から6年前、令和2年に金利が安かった、令和2年よりももっと安かった時代、安倍政権時代のゼロ金利政策でできた借金で、借金の金利がない借金の証文を切り替えたんです。だから、三宮から行って西へ差していったら、姫路までの借金というのはこれ地震で生まれた借金やからどうしようもない。どうしようもない借金のうちをちょこちょこ借り換えていって、金利を低いままにしとこう、金利を低いままにしとこうってやり続けてたのが井戸さんと服部さんです。で、それを真面目にやらなあかんって真面目にやったらええよ。それは真面目は重要なんでしょ。で、それに 3% とか 3.5% の金利がつくのよ。どっちが県民のための政治してんねん。でね、元彦の悪いところは、その借金を何もしないということで積み上げていってんの。で、我がが元彦の支持者のおばはんらの順と言わせるためだけのことやってんねん。ハバタンペイで写真使ってみたりとか、自動販売機で声出してみたりとか。元彦のやった銭使いって何よいな。県立大学の無償化、ハバタンペイ。これ全部選挙対策や。万博。ココロンカードの切り替え。ふわふわドーム。井戸さんが逃げた。ほんなら井戸さん続けといたらよかったん。ほんなら金沢さんにやるといたよ。金沢さん、井戸さんの後継やってんから。1回目の選挙で。1回目の選挙で井戸さんはあかん言うてやったんやろ。1回目の選挙で答え出てんのやろ。ほんで1回目の選挙で責任取れや。井戸さんが逃げた。井戸さん続けてたらよかったん。ほんなんだ何やねん。その338億円の借金の責任取ってもらいたいんやろ。だもっぺん井戸さん知事にすんのんかい。責任を取るいうはそういうことやぞ。井戸さんに責任取ってもらおういうのは、井戸さんにもっぺん知事やってもらおういうことやぞ。井戸さんに責任を取ってもらういうのは、元彦が言うとんねんから。パワハラの責任は自分にある。だから謝るって頭下げたんや、元彦は。その時に、その責任を取るために、風通しのいい職場を作る言うとるやんけ。パワハラという悪いことがあったんですよ。でも、それは現職の知事が頭下げたんです。その責任を取るために自分の手で風通しのええ職場を作る言うてる。それが責任の取り方やんやろ。元彦が言うてるやん。元彦は自分のやったあかんことの責任取るために知事続ける言うとんねん。で、井戸さんにその責任取ってもらうと井戸さんに知事してもらうしかないやんけ。なんか俺間違ったこと言うてる。で、井戸さん逃げたんやろ。逃げたって言いたいんやろ。で、責任取らしたんやろ。で、それを解消しようと思ったら井戸さんにもっぺん知事してもらわなあかんねん。アホみたいに井戸さん逃げた言うて田舎のクソ人生の敗残者ね。どうせこいつクソ貧乏人ですよ。まあ俺も貧乏やけど。クソ貧乏人ですよ。能力低い。斎藤元彦を支持してるやつみたいな、もうそんなやつしかおらへんのよ。せやからアホみたいにこんなもん秒でそんなもん反論されるに決まってるやんけ。アホなんちゃうこの臭い田舎もんね。ほんなら逃げたん捕まえて、ほんなら知事やってもらうやないね。ちゅう話になってまうねんって。そやから俺は冒頭に言うたの。前の知事の責任を問うというのは、なかなか難しい話やで。それを逆に考えたらわかる。ええことがあって、県がなんか知らんけど儲かってしもた。っていう時に、前の知事読んで褒めるんか？そんなん褒めへんでしょ。で、それせえへんでしょ。ほんやったら悪いこともそうなんですよ。ええことも読んで褒めへんねやったら悪いことも読んで責めないんです。ええこと読んで褒めへんねやろ。だ悪いことも読んで責めんなよ。この田舎者どうなったかってこれ、すごいっしょ。ほら、奈良の田舎者と一緒やで元彦の支持者って人生の敗残者しかいないっていうことを2秒でわかる事例です。もうほら、言い返されへんようになったらどうなってるかやったらこうなってるんですよ。もう苦しなったらちょけるしかない。言うてるやん、そやからやん。元彦も元彦の支持者も俺の奈良の田舎の地元にいる友達と一緒や言うて。
なんで自分から進んで事例になってくんの？生きてて辛くない？いや、あなたが生きてて辛くない、能力の低さを自覚して人生の辛さということを自覚できてないかもわからんけど、こっちは僕らはあなたを見てて辛いです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。